トランサミンにはメラノサイトの活性化を促すの働きをブロックする効果があるので、トランサミンを内服するとシミやくすみが軽減され、肌の明るさや透明感が改善されるんですね。皆さんこんにちは。皮膚科医の玉木ゆきです。このチャンネルはニキビ跡、湿疹などでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。今日お話しする内容は、皮膚科ではシミや肝斑の治療に使われるトランサミンについて、トランサミンとはどんなお薬なのか、トランサミンの美白効果について、トランサミンの飲み方、市販薬との違い、トランサミンを飲んではいけない方について皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、トランサミンについて詳しくなれると思います。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。市販だとトランシーノとして販売されているので、皆さんも聞いたことがあるかなって思います。美白成分があるよねってすぐに頭に思い浮かぶ方も増えてきているんではないでしょうか。最近だと肝斑に効くことが一番知られていると思います。内服、外用のどちらもシミに効くと注目されている成分で、シミ、くすみ対策のスタンダードな存在となりつつあります。そこで今回はトランサミンの効果やよくある質問に対してお答えしようと思います。シミや肝斑が気になる方やトランサミンの実力が気になっている方はチェックしてみてくださいね。トランサミンっていうのは人工的に作られたアミノ酸の一つで、炎症を引き起こす酵素プラスミンを抑制する抗プラスミン作用を持っています。止血作用、抗アレルギー作用、炎症を抑える作用などを持っているので、もともと風邪などで喉が腫れている時や口内炎ができた時の治療薬として、あるいはアレルギーの薬として処方されることがあるので、内服したことがある人は多いかもしれません。あと、毎日使う歯磨き粉など幅広く使われています。皮膚科でも以前は血管炎とか湿疹などで使われていましたが、そんな病気としての治療薬として用いられていたトランサミンが肌に効果のある成分として認められるようになったのは1990年代に入ってからです。2002年にはシミの改善に効果のある成分として厚生労働省に認可されるようになると、医薬品だけではなくて医薬部外品にも配合されるようになりました。ちなみに医薬品と医薬部外品の違いは、医薬品っていうのは病気の治療を目的とした薬のことで、厚生労働省から配合されている有効成分の効果が認められたものです。それに対して医薬部外品っていうのは、厚生労働省が許可した効果に有効な成分が一定の濃度で配合されていて、治療というよりは予防を目的に作られています。さてトランサミンは今ではシミの一種である肝斑の治療としても美容医療の現場なので広く使われています。皮膚科では内服薬として処方されることが一般的ですが、最近はイオン導入とか水光注射などの施術にもトランサミンを配合した薬剤が使われるようになっています。あと、よくトランサミンとトラネキサム酸は一緒ですかってご質問を受けますが、はい、これは全く同じものです。トランサミンの美白効果についてなんですが、トランサミンの特徴を理解するには、まずプラスミンという物質の働きを知ることが重要です。トランサミンに美白効果があると言われているのは、主にプラスミンを抑える働きがあるからです。プラスミンは出血が起きた時に発生する物質で、血液を固まりにくくする作用や炎症に関わる物質を誘発する作用があります。また、メラノサイトを活性化させる物質の生成にも関わっています。メラノサイトが活性化すると、シミの元であるメラニンがたくさん作られてしまうので、シミを予防、改善するためにはプラスミンの分泌を抑えることが重要です。トランサミンはプラスミンを過剰に作るのを防ぐ働きがあって、わかりやすく言うと、メラノサイトというシミを作る細胞の活性化を抑えてくれるんですね。また、炎症を抑える効果があるので、紫外線の影響で悪化する一般的なシミや肝斑だけではなくて、炎症後の色素沈着の予防や
改善にも効果を発揮します。そもそも紫外線などの刺激を受けますと、メラノサイトを活性化するプラスミンが産生され、だからメラノサイトからメラニンが作られてシミになります。トランサミンにはメラノサイトの活性化を促すプラスミンの働きをブロックする効果があるので、トランサミンを内服するとシミやくすみが軽減され、肌の明るさや透明感が改善されるんですね。女性ホルモンの乱れが原因の一つと言われている肝斑ですが、トランサミンは女性ホルモンに働きかけるわけではありません。メラニン発生の要因の一つと考えられるメラノサイトを活性化する因子プラスミンをブロックすることで、肝斑の原因となるメラニンの発生を抑制し、この結果肝斑を薄くする作用があると考えられています。じゃあどのくらい飲めばいいのかっていうと、トランサミンは 250mg と 500mg があるのですが、朝昼晩の1日3回飲むのが一般的です。毎食後だと飲み忘れる方もいらっしゃいますが、1回忘れても気にする必要はありませんが、頻回に忘れたり不規則な飲み方では効果を得られませんのでご注意ください。ではどのくらい飲めばシミや肝斑に効果が現れるのかというと、個人差はありますが、即効性は期待できず、じんわりと効果が出てくるため、効果がよくわからないと途中でやめてしまう方も多くいますが、時間をかけて肝斑を良くするので3ヶ月は最低でも内服が必要になります。ただ紫外線の影響で夏だけ肝斑が悪化しやすい場合には、年に数ヶ月程度の短期の内服だけすることもあります。いつまでっていう明確な決まりはないんですが、血栓のリスクが心配な方は休薬期間を設けて内服される方もいらっしゃいます。では次に市販薬との違いについてです。クリニックで処方されるトラネキサム酸はトランサミンという名称ですが、第一類医薬品として市販もされています。ただ美白治療としてのトラネキサム酸内服の処方薬と市販薬の違いは、1日に摂取できる最大量に違いがあることをご存知でしたか？クリニックで処方できる最大は 2000mg ですが、市販薬は最大で 750mg となっており、市販薬は処方薬よりもトラネキサム酸の配合量が少なくなっています。皮膚科や美容皮膚科では各院の先生方のお考えで投与量を決めますが、ほとんどの先生が肝斑治療には1日 1500mg で処方しますので、市販薬より量が多いですよね。トランサミンの副作用については安全性が高くって、副作用ほとんどない薬ではありますが、皮膚のかゆみ、食欲不振、吐き気、下痢、胸焼けなどが現れることもあります。もし体調に異変が起きた場合は内服を中止してくださいね。あと血栓ができやすい方や腎不全のある方は飲めませんが、重い副作用はとても稀なので安全性が高い薬剤と言えます。あと巷でトランサミンを内服すると白髪が増えるっていう噂を耳にすることがありますが、白髪の増加に関しては医学的な根拠やデータはありませんのでご安心くださいね。髪のメラニンの量は皮膚と比較して多くて、白髪になるほどの強力なメラニンを抑制する作用があれば皮膚が真っ白になっていてもおかしくありませんから、そこまでの作用はないと考えられます。シミでトランサミンを内服する年代の方がちょうど白髪が生えやすい年齢なので、そんな噂が出たのかもしれませんね。ではトランサミンを飲んではいけない方ですね。脳梗塞や心筋梗塞の既往がある方、血液凝固障害のある方、静脈瘤のある方、腎不全を患っている方、ピルを飲んでいる方、妊娠中または妊娠している可能性がある方はトランサミンの内服はおすすめしません。トランサミンはできた血の塊を溶かしにくくする止血剤としての作用があって、出血しやすい方とか、あと歯を抜いた後に処方されたりしますが、トランサミンを飲んでいるからといって血が固まりやすくなるわけではなく、血栓ができた時に溶かしにくくなるだけなのでご安心ください。でも止血作用があるので
血液が固まりやすくなることによって生じる脳梗塞や心筋梗塞の患者様には使用できません。あと、ピルの内服によって血が固まって血管が詰まるリスクがやや高まるという報告がありますので、トランサミンとの併用が禁止されているわけではないのですが、お控えいただいた方がいいと思います。ということで、今日はトランサミンについて、トランサミンとはどんな薬なのか、トランサミンの美白効果について、トランサミンの飲み方、市販薬との違い、トランサミンを飲んではいけない方について皆さんにお話をさせていただきました。いかがでしょうか？トランサミンについて詳しくなれましたでしょうか？このチャンネルでは綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決しています。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、コメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。次回はニキビの時に食べてほしくないものについてお話をします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。